スペースアートダンス TV へようこそ。この動画はフリースタイルのムーブを分析していきます。今回は和のテイストを混ぜて AI で生成した楽曲で踊りました。ムーブのポイントを整理して長所や特徴を抑え、課題点があれば浮き彫りにしていきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーでは、ムーブで押さえるべきポイント、構成など分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していますので、チャンネル登録の上、ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。だいたい4/8ほどで構成されたソロですが、非常にバランスの良い起承転結で構成されたムーブだと思います。ステップでの16ビートが中心ですが、1/8ごとに体の使い方をうまく変えていることが伺えます。また、1/8のボックスのつなぎ目が特徴的で、しっかりとメロディーを聴いて音にはめていることと、次のムーブにうまくつないでいる印象があります。今日は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、ムーブ全体の構成を確認。2、スローがもたらす違和感の効果。3、体の方向を変えて見せ方を工夫。今回のムーブは非常にシンプルなノリを使って音と一体化している印象があります。特に大きな変化は使っていないものの、飽きが来ない理由は1/8ごとの構成がしっかりしているからだと思います。まず最初はしっかりとビートを聴き、体をこの曲に慣れさせるような動きで導入部分としています。次に少しスピード感を出すためにターンを使って同じリズムでありながら見せ方を工夫するパートだと思います。3/8目ではフロアに入り、このムーブのクライマックスを演出しています。最後の締め部分では、これまで足で取ってきた16ビートをわざと足を止めて、ボディと腕で表現することでムーブを締めています。このようにアドリブであったとしても、見直した時にその最初から最後までに起承転結があるのかを確認することで成長を促すことができます。過去動画でカウント表の作り方を解説している動画があります。内容は作品用のものではありますが、アドリブを後から見直す時でもすごく役に立ちます。一時期私もやっていました。短くまとめましたのでご覧ください。カウント表の作り方は本当にね、個人で様々ですし、大抵の場合は、自分が分かっていれば問題ないんですけれども、私のように大雑把に書くパターンではなくて、これまで一番出会った人の中で本当に細かく、書き込んで、自分の頭の中をイメージ可視化しているなと感じた人のやり方をご紹介していきたいと思います。この後少し整えていきます。はい、ちょっと飛ばしましたが完成です。私が今まで見た中で最も細かいなと思った書き方をしていたカウント表はこんな感じでした。自分の頭の中のイメージを縦軸で、カウント表が1/8目、2/8目っていうのがあって、横軸で自分の頭の中のイメージ、カウントで、表現していくっていう書き方です。参考になる部分はあるんじゃないかなというふうに思います。自分なりに加えたり、端折ったりしてベストなカウント表の作り方を見つけていくといいと思います。個人的な感想になりますが、ここが特にいいなと思ったのが、2/8目の途中でスローを使っているシーンです。ターンの途中で体をグッと締めることにより、ボディはストップされています。さらに、ターンの遠心力を活かすことにより、回転を若干残し、スローに見せるという、このムーブの中でも非常にテクニックの高い部分だと思います。自分が納得いくムーブをするためには、必ずスローの使い方と向かい合っていく必要がありますが、過去の解説動画から参考になる部分を流していきます。また、動画後半では、スローの基本的な動きを練習できるメニューも収録しておきます。それではどうぞ。そして、スローのリズム取りでは、スタートポジションである準備、そしてエンドポジションである着地、この間を均等なスピードでつないでいきたいです。スローのリズム取りで最も大事なのは、この軌道を見せるというところにあると考えています。例えば以前にもご紹介している
グルーブのリズム取り。こちらでは見ている人に対してノリを作ってほしいという演出効果を狙っています。そしてストップ取りというのもお伝えしています。このストップ取りの狙いというのは、しっかりと着地部分、つまりポージングですね、ポージングを狙います。スローではこの軌道というところをしっかり見せたいという狙いがありますので、リズム取りによってはその基礎のトレーニングの仕方も変わってくるんですね。ですので、このスローを練習していくことというのは、リズムをコントロールしていく、軌道を見せるというところに特化した練習だと思っていいと思います。このムーブを分析すればするほど難しいことはほとんどやっていません。しかしながら見た目ではバリエーションが豊富に感じます。その大きな理由として体の方向を頻繁に変えていることが挙げられます。私は初心者の方には絶対に理解していただきたい胸の7方向という知識がありますので、その解説部分を流していきます。すごく当たり前のことですが、基礎練習の時に方向を変えて同じメニューをやるだけで後の成長度合いが変わってくると感じていますので、ぜひ参考にしてみてください。足は肩幅に開き、そしてノーマルポジションと呼ばれているポジションで立ちます。これが1つ目のポジションになります。しっかりと気をつけをした状態、足の幅だけを肩幅にしてください。安定している状態を保つということですね。そして2つ目、この重心を片足の方に持っていきます。お子宮の上に重心線が来るようにしてみてください。そしてこれのシンメトリーですね。反対に行き、反対の足のお子宮の上に重心線を持ってくる。これが3つ目のポジションになります。そして4つ目は、このポジションに戻ってきたら、これを45度傾けます。おへそが45度を向いていると考える方がイメージいいと思います。このシンメトリーが5つ目のポジションになります。はい、そして最後、この状態で後ろに行きます。45度ですので、やはり骨盤、おへそ、胸、これが45度を向いているということですね。そして足の置き方もまっすぐではなくて内側に入れてもいいです。これが6個目のポジション。そして最後の7つ目がこれのシンメトリー。そうしましたら、もう一度数え直しますと、ノーマルポジションで7つのポイント、ダウンで7つのポイント、アップで7つのポイントとなりますので、合計で21個の点ができたということになりますね。こちらをうまく利用しながら体の重心の置き方を変えるだけで、ニュアンスが21ポイントもできるというのがこの7ポジションのいいところになってきます。それでは最後に参考基礎練習としてスローの練習動画を流していきます。公開している中で一番難しいものを収録しておきます。難しいと感じる方はもっと簡単なメニューも公開していますので、そちらからマスターすることをお勧めします。スローの使い方によってムーブの質感が大きく異なってくるので、ぜひスローをレベルアップさせることを頭の片隅に置いておくとメリットにつながることと思います。それではどうぞ。
皆さんお疲れ様でした。今回はムーブの構成やスローについて分析してみました。アドリブは苦手と感じて取り組みたくないという方も多いですが、シンプルなことをしっかりとリズムに当てはめていくだけでも良いわけですし、突発的に起こるバランスを崩してしまうなどのハプニングに対しての対処法も身についていきます。また、振り付けであれ、アドリブであれ、構成を見直すことは上達には欠かせないヒントになっていくことと思いますので、参考になっていれば幸いです。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは、踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからこんなテクニックを利用してほしいというものがあれば、リクエストをお待ちしています。また、ダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。早速1つ目、前転のステップバイステップ出しましたので、ぜひ見てください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。先日、フロアの技を指導する際に結構頑張ってやったら筋肉痛が2日後に来ました。若い人ほど早く筋肉痛が来る、そんなことを聞いたことがありますが、結構年食ってきたんだなと思うことを実感した出来事でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。